皆さんこんにちは、フーディーボーイです。最近の投稿が寿司チャンネル化していたのもあってか、もっと違う動画も見てみたいとか、フレンチやイタリアンを見たいっていうコメントもありました。なので全然違う方向性のお店ですが、日本トップクラスにすごいお店、レボさんを紹介します。こちらは富山県の山奥にあって、東京駅から富山駅まで新幹線で2時間と、富山駅からさらに車で2時間の合計片道4時間かけないとたどり着けない秘境グルメとなります。実は今までにもこのチャンネルで秘境グルメ的なお店をいくつか紹介してきてとても好評でした。そしてこんな山奥にありながらミシュラン2つ星や食べログゴールド、ゴエミオではフォートックと2022年の今年のシェフ賞を獲得していて、全国から食通が集まるほどのお店です。実際に僕もこちらへ行ってみて最高の体験ができました。そんなレボさんの何がそんなにすごいのか3つ紹介します。1つ目が地産地消。基本的に富山産の食材を使っているのに加えて、ジビエや山菜といった山奥だからこそのクオリティ抜群の天然食材が出てきます。また食材以外にも器やグラスまで基本的に富山のものだそうです。旅行者にとっては最高に嬉しいストーリー性ですね。こんな山奥にあるのは土地が安いからというわけではなさそうですね。2つ目が唯一無二の料理。ただ単に富山産のものを扱うだけなら富山駅や繁華街の近辺でもできると思います。そうではなく山奥ならではの素材を扱っている上に、それを唯一無二のイノベーティブフュージョン料理に仕上げています。しかもレボ専用の鶏、通称レボ鶏を作っている生産者さんもいたり、自分たちの畑から取ってきた素材も出てくるので、調理だけでなく素材としても正真正銘の唯一無二となっております。3つ目が非日常的な空間。大きな窓越しに大自然が広がる席となっており、山奥の中で食べていることを常に実感できて、非日常さを存分に味わえます。室内からそれが体感できるので、雪でも雨でも晴れでも天候に左右されず、窓に広がる景色を眺められるので、キャンプとかとは違う楽しみがあっていいですね。窓の反対側を見渡せばオープンキッチンでライブ感もあります。またこちらは宿泊施設付きのオーベルジュとなっており、サウナもついているそうです。今回僕は時間がなくて昼にお食事のみで行きましたが、いつか時を忘れてマイナスイオンをたっぷり感じて癒されに行きたいと思います。ですがどれだけ最高の体験ができると言っても、肝心のお料理は何が出てきてどれぐらい美味しかったのか気になる方もいると思います。なので実際にその日出てきた全メニューを食レポとともに紹介します。まずはじめにカエデの木の樹液のテイスティングから始まります。甘みがあって面白いです。これは美味しさどうこうというより、これから非日常空間で食事が始まることをリマインドしてくれるような儀式的なものですかね。最初のメニューはアミューズ。メニュー名としてはプロローグとなっており、ストーリーの入り口という意味合いでアミューズの5種類が出てきます。順番に紹介していきます。まずはじめに白エビ。こちらは富山名物ですね。土台には海苔を練り込んだもち米で作られたエビせん。中央にはセロリのピュレを挟み込み、最後に富山湾の白エビを乗せた一品です。白エビはただ乗せただけではなく、巻き火に軽く当てることによって巻きの独特で芳醇な燻香があります。さらにサクサクで香ばしいエビせんとともに、とろみのある白エビの甘みが口の中で混ざり合うような味わいです。いきなりこの小さなフィンガーフードだけでも食べ応え抜群です。2品目はマカロン。レボ鶏のレバームースを赤ビーツのメレンゲで挟んだものです。赤ビーツのメレンゲは口に入れた瞬間ホロホロと溶け出し、酸味を少し感じるさっぱりとした味わいです。レボ鶏のレバームースはレバーにありがちな臭みは全くなく、代わりに深いコクと強い旨味で舌にまとわりつくように味覚をハックされます。ちなみにレボ鶏がどういうもので何がすごいのかについては後ほど紹介します。3品目はクロケット。コロッケのことですね。中身はジャガイモと甘鯛のブランダードです。ブランダードというのはフランス南部発祥の混ぜ合わせたものという意味を持つ単語です。よく干したタラとジャガイモの混ぜ合わせたものを見ますね。それを高級魚の甘鯛でやるのは贅沢です。甘鯛の良質な油による程よい甘みのある旨味がジャガイモの甘みとちょうど同じぐらいで、両方の味わいを一気に感じます。そして上に乗せられたナスタチウムという葉っぱはネギやわさびのような爽やかでピリ辛なアクセントになっていて、コロッケのもったりとした後味を感じさせません。続いての4品目はグジェール。フランス料理でいうグジェールとは生地にチーズを混ぜてシュー生地のように仕上げたものです。今回は増泉の大吟醸の酒粕と黒部のヤギのチーズを掛け合わせたものになっています。
サクッとした表面と空洞のあるふわふわな食感は心地よくてお菓子感覚で何個でも食べれちゃいそうです。またヤギのチーズにありがちな獣臭い嫌な香りや酒粕のえぐみも全くなくて、味わいとしても食べやすいです。アミューズの最後の一品は富山湾で採れたドンコ。ドンコとは正式にはエゾイソアイナメと言われていて、ハゼの仲間の川魚です。水分が多くて身質はとても柔らかく繊細な白身魚と言われています。そのドンコの頭を新鮮なまましっかりと香ばしくなるまで揚げたものです。聞かないと見た目だけではなかなか頭の部位とはわからないような感じですが、苦味やえぐみは全く感じず、カリッとした食感とともに香ばしさと頭の部分なのに白身の強い旨味を感じます。ちなみに乾杯のドリンクはアルコールペアリングだと山椒とシャンパンを合わせたものが出てきました。僕は残念ながらこの日運転担当なので、ドリンクは紹介のみで食レポはできず割愛します。ノンアルコールだと湧き水に炭酸ガスを入れたものと山椒を混ぜたものになります。爽やかな味わいですっきりしますね。アミューズの後の1品目はハモのジュレ。なんとこちらはハモの身は固形としては出てきません。代わりにハモの身と骨による濃厚な出汁のみを抽出してジュレにしています。正直普通のハモを食べるよりもハモの素材ならではの旨味を感じられました。そのハモのジュレと一緒にウニ、純菜、山菜のペースト、じゃがいものペースト、シソのスプラウトと梅肉、シソのオイルなどを混ぜ合わせていただきます。冷たくてみずみずしいジュレは口どけが良く、ウニはクリーミーで、純菜は滑らかでプルプルなので、一緒に食べ合わせるとすぐに混ざり合うような食感です。暑い季節にぴったりの清涼感も感じられて最高ですね。また味覚としてはハモの旨味、シソと梅肉の爽やかな塩味、ウニの濃厚な甘みというバランスのいい調和が瞬時に口の中で起きます。またこちらのジュレは自家製パンと共にいただくことができます。見ているだけでも表面はカリカリで中はもちもちなのが伝わりますね。そこにジュレがパンのもっちりとした白い部分の隙間にハモだしを染み込ませて溶けるので、パンを噛むたびにまるで肉汁みたいに旨味が溢れ出てくるのが最高です。こちらの料理に合わせるアルコールペアリングは大吟醸の日本酒夢うつつです。魚介の旨味とさぞ相性がいいことでしょう。またノンアルはディルというハーブを漬け込んだ緑茶です。ディルはサーモンと合わせるのはよくありますよね。確かに魚介の旨味のパンチを爽やかに調和してくれます。次は鮎のコンフィです。ちなみにコンフィというのは低温の油でじっくり煮て火入れすることです。この鮎は絶品でした。鮎を一旦さばいてから身の間に鮎の肝ペーストをたっぷりと挟み込んでからコンフィにしたものです。その下にある中に白いトウモロコシの入ったおやきとともに一口でいただきます。鮎は低温でじっくり火入れされているからか、身の油の水分が逃げていなくてしっとりジューシーかつふわふわの食感です。そこに程よい苦味を感じる肝とトウモロコシの甘みという対照的な味覚が合わさり、お互いの苦味と甘みを際立たせています。またしっとりジューシーだからこそおやきのカリッと水分を奪うような素材ともマッチしています。これらの味覚と食感の組み合わせに加えて鮎独特のキュウリのような青い香りとおやきの香ばしさが嗅覚を刺激してきます。この計算されたマリアージュはすごいですね。次は熊肉。いよいよジビエが出てきます。こちらはツキノワグマのもも肉を2週間熟成させたものです。本来クマは栄養を体内に溜め込んだ冬眠前のものが脂も乗って一番美味しいと言われているので、夏のクマは初めて食べました。しっかりと運動して筋肉が発達しているからか噛み応えがあって赤身の熟成された強い旨味を楽しめますね。また薪で焼いているからか熊肉をまとう燻香が強くてたまらなくワイルドな味わいです。ちなみにワイルドといってもびっくりするぐらい臭みはありません。結局旬じゃない夏だから臭みが出るというわけじゃなく、締め方の問題なのだと思われます。熊肉の他には薪で香ばしく乾燥させたトマト、近親菜、わらびの昆布締めなどの山菜とともに仕上げに蜂蜜とアザミのジュレで仕上げた一品となっております。これらと熊肉を一緒に食べることでワイルドな味わいを爽やかに調和してくれます。食べ終えた後に熊肉の旨味と薪の燻香が余韻として残っている間に香り高いほうじ茶を合わせればさらにもう一段階嗅覚が刺激されつつほっと落ち着くような味わいで最高です。ちなみにアルコールペアリングは富山のワイナリーで作っているカベルネソービニオンが出てきました。次に紹介するのがこちらの赤イカです。こちらの赤イカも薪で軽く炙って燻香をまとっています。炭火と比べて薪だと穏やかに火が入るので燻香は強すぎず食感は軽やかになり甘みも増すそうです。
確かに赤イカは香ばしくてプチプチパツパツとした歯切れのいい食感で甘みも強いです。ゲソと胴体の2つの異なる食感が楽しめて、他の山菜などのシャキシャキとした食感も加わります。ちなみにイカ以外には緑色のトマト、つるむらさき、シシトウなどをグレープフルーツのビネグレットで和えているものと、落花生、小切りにしたズッキーニなども添えられています。そこにバンジョーヌソースという白ワインベースの酸味のあるソースがかけてあり、先ほど食べた熊肉の強い旨味をさっぱりとリセットしてくれます。アルコールペアリングはワインダルで熟成させた増泉、富山の地酒です。香りだけ嗅がせてもらいましたが、芳醇な香りがすごかったですね。ノンアルは黒豆と蜂蜜を合わせたお茶です。次はこちらのアスパラガスのソテー。こちらはなんと低温調理したのどぐろの実も入っています。メニュー名としてはアスパラガスとだけ書いてあったので、嬉しい不意打ちですね。天然の三つ葉、人参の粉、実山椒とともにいただきます。またソースは熊の油と卵黄を合わせたカルボナーラソースです。ただでさえ濃厚な熊の油の旨味がドロッとした卵黄と乳化することで食感までもが濃厚で舌にまとわりつくような味わいです。一見油と卵黄といったらくどいようなイメージを持たれるかもしれませんが、熊の油は融点が低くて口溶けが良くサラサラとしていてもったりとしていません。また極太のアスパラの特徴は表面を焦がした柔らかめの先っぽの部分と固めで力強い幹の部分とでは味わいが全然変わってきます。特に幹の部分は噛み締めるとジューシーで青々しい香りが芯の中からジュワッと溢れています。またのどぐろは低温調理によってホロホロと崩れるぐらいまで柔らかくなるように火が通されており、アスパラと一緒に食べても混ざり合いやすいです。そしてのどぐろ特有の油の旨味が噛むたびに溢れ出てきて、それをさらに熊の油の旨味とアスパラの甘みが追いかけるように来て重層的な旨味のマリアージュが最高ですね。そしてこれはもちろん余ったソースをパンにつけて食べられます。こちらは天然酵母の自家製パンですね。次は大門そうめん。こちらはこのお店のスペシャリテです。アミューズでも提供されていた黒部のヤギのチーズにフキノトウのオイルが混ざっています。フキノトウのほろ苦くも青い香りがオイルになって抽出されているからか最高に香り高いです。またチーズの程よい塩味とまろやかでミルキーな味わいとの相性が抜群です。これは間違いなく人生一のそうめんですね。ほとんどの人がそういうのではないでしょうか。また麺は手延べのそうめんを半生の状態で仕入れて30秒ほど湯がいてアルデンテに仕上げているそうです。一本一本が細いからか麺がオイリーで濃厚なスープにしっかりと絡みます。そうめんに失礼かもしれませんが、特別美味しいからというより熱いからなんとなく食べるという位置づけのそうめんの固定観念が覆されますね。地味あふれるスープが美味しすぎて全部飲み干してしまいました。次はレボドリ。こちらがこのお店のもう一つのスペシャリテ、究極の焼き鳥です。こちらの鶏肉はレボさん専用に育てているらしく、富山の日本酒の酒粕などを餌にしているそうです。発酵食品を餌にすることで薬を使わずに健康な鶏を育てることができるみたいで、それで酒粕を使っているようです。生産者さんが安定して理想の鶏が育てられるようになるまで約1年半以上もの試行錯誤を繰り返されて完成させたそうです。使っているのは生後90日ほどのひな鶏のもも肉と胸肉の部位だそうです。また肉の膨らんだ部分の中にはなんと熊の油と内臓と山菜のこし油で混ぜ合わせたご飯が潜んでいます。それを鶏皮で巻いて中に詰めて薪火でじっくりと焼いています。そして添えられている黄色い色鮮やかなマスタードソースをつけて一思いに手で持ってかぶりついていただきます。ちなみにこのマスタードソースにはレボ鶏の半身分を使用したブイヨンが入っています。食べてみると熊のジビエらしいワイルドな旨味と地鶏の力強い旨味があって、それに加えてこの野生味のあるビジュアルと食べ方がまたたまらないですね。またワイルドな旨味といっても当然大味というわけではなく、上品でしつこすぎない油の旨味とマスタードソースのまろやかな酸味による調和でバランスがいいです。それに加えて薪の火入れによる燻香やカリッとした皮の食感やじゅわっと油が中から溢れ出るジューシーさによって大味ではない上品な味覚だけど食べ応えがあるといったような味わいになっています。ペアリングのアルコールは生ビールと、ノンアルコールは紅茶に生姜とライムの果汁を合わせたジンジャーエールです。こんな大自然の中で究極の焼き鳥ビールができるのは至高でしょうね。
次に来る時は絶対に宿泊してお酒を飲むと決意した瞬間でした。続いては富山産のオコゼのポワレです。ポワレとはフライパンで肉や魚をカリッと香ばしく焼き上げる調理法のことを指しています。フライパンに溜まったバターや油をスプーンですくって何度も上からかけたりしますね。そうすることで素材から染み出た旨味ジュースを戻してあげるのと同時にバターのコクを染み込ませることができます。他にたくさん見えている副菜はひまわりの葉っぱ、ハコベラ、チャンチンという中国では高級食材の山菜とオレンジの皮です。そこに赤ピーマンとガスエビと唐辛子の混ぜ合わさったまるでビスクスープのような感じのソースとともにいただきます。食べる前から香ばしい香りが強烈で、食べてみるとさらに鼻から抜ける香りも最高です。皮目はパリパリとしていて、中はふんわり肉厚で火入れも完璧です。オコゼは白身魚でありながら筋肉質で弾力のある食感と白身の中では強い旨味があります。例えるならフグに似たような味わいでしょうか。香り高いソースと相まって食べ応え抜群ですね。アルコールペアリングはアルバリーニョという品種の白ワインで、これも富山産です。次は2つ目の肉料理、日本鹿です。焼いた部分の面積が大きいからか、本日一番とも言っていいほど薪の香りが強くて、食べる前から嗅覚が刺激されます。部位としてはもも肉を使用しており、ナイフで簡単に切れるほど柔らかくなるようじっくりと調理されています。焼き加減は綺麗なミディアムレアで、噛めば噛むほど野生的な旨味が肉汁とともにどんどん繰り返し溢れ出てきます。また付け合わせにはもはや溶けそうなほど柔らかい丸ナスと空心菜が添えられています。こちらに合わせるアルコールペアリングは富山県氷見市にあるセイズファームさんの赤ワインです。こちらはシェフが自ら一つ一つの樽をテイスティングして料理に合うものを選ばれたそうで、300本限定のものになります。ノンアルコールは八角の入った香り高い紅茶です。そしてデザートの一品目は糖度の高いユーカメロン。白い泡で見えませんが、スプーンですくうと一番下から丸くくり抜いたメロンの果肉が現れます。白い泡は糖化豆とバニラアイスを炭酸状にしたもので、メロンの果肉の他にメロンのジュース、白いパウダー、ベルベーネの葉を乗せてあります。ただ甘いだけではなく、様々な味覚と食感を口の中で味わえるので食べ応えのあるデザートです。そして最後に目の前で刺繍土の花を振りかけていただき完成です。この最後の一手間を目の前で行ってくれるサービスも楽しくていいですね。アルコールペアリングにはヒノキの香りをつけたジンにトニックウォーターを合わせたオリジナルのジントニック。ノンアルコールは冬に採れた旬の柚子を使った自家製のシロップにジンジャーエールを合わせたオリジナルドリンクをいただきました。辛口でキレのある味わいが爽やかでいいですね。デザートの2品目は黒文字です。富山の黒文字茶というクスノキ科の黒文字という木の枝を削って作られるお茶のことです。黒文字には柑橘系の香りもあり、枝の中には甘い香りもあるそうです。その黒文字を使い、ベースとしてはキャラメルブールサレというフランスのお菓子です。ザクザクとした食感にとろりとしたキャラメルが中から出てきます。また添えられた白い花はブロックスというものだそうです。最後は富山とフレンチのフュージョンっぽくていいですね。最後に茶菓子が5種類出てきます。これはまさに大人の玉手箱ですね。まず左側に位置するのがフラリネのタルトです。破裂して溶けてしまいそうなそのビジュアルからもわかるように、食感は一瞬で水がシャボン玉のように弾けて消えていくような感じです。味わいとしてはハーブスパイスの入ったサラサラの水のような水分が生地と一緒に溶けていくような感覚です。左下にはイチジクのタルト。まるでアップルパイのような見た目をしたこちらのタルトはオーブンでよく焼き上げられているためサクサクの食感です。またイチジクの酸味と甘みも共存しています。中央はクワ茶のシューアイスです。鼻から抜けるのはどちらかといえばお茶というよりハーブのような香りで、その爽快感もあってか甘すぎるということはなくすっきりといただける一品でした。また右上の存在感を放つこちらのデザートはエゴマのフィナンシェです。エゴマの芳醇な香りが心地いいですね。外側は適度にサクサクとしていますが、内側はしっとりとしていて焼きたてかつ水分量が完璧に調整されています。最後に右下に位置する2層仕立てのものはミルクとフランボワーズの生キャラメルです。歯にくっつくような粘りっこさはなくプルプルとしていて食べやすい生キャラメルでした。アミューズの5品で始まり茶菓子の5品で締めてここで終わりです。以上がレボさんで出てきた全メニューでした。全部で約21品出てきて22,000円です。ちなみにアルコールペアリングだとさらに13,000円追加で、ノンアルペアリングだと6,600円となります。当然食事代だけ見たらこのクオリティのレストランとしてはありえないほどリーズナブルなのですが、交通費代やここまで行く手間暇を考慮しても唯一無二性とこの山奥に位置することに
に意味があるということを考えたら、旅費も踏まえても納得ではないでしょうか。よっぽどジビエが嫌いっていう方じゃなければ、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。行ってみたいな、美味しそうだなと思ったら高評価をお願いします。今後も今回のような動画が見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた人は、よかったらチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録済みの方は、拡散して応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた。